So abrupt, the way I am reminded of us. I found our stuff, old Polaroids of times behind us. I can't get you out of my head. 最後です。以前私の動画で閉店間近のマミーガトーの D サロンをご紹介しました。そしてマミーガトーのブロカントの閉店の日だったこの日、最後にもう一度お店を見ておきたくてやってきました。前回マミーガトーを撮ることになったのはフランス在住インスタグラマーエスカルゴ16さんからのリクエストでした。そしてこの日マミーガトーで撮影をしている時にボネさんですかと声をかけてくださったのがそのエスカルゴ16さん、京子さん。初めてお会いしてお話をするうちにぜひ京子さんのコレクションを撮らせてくださいませんかとお願いし、それを快く承諾してくださって今回の撮影が実現することになりました。綺麗でしょ。小さいモロッコのね。そうほらこんな小さいの。そんなご縁で撮影することになったマミーガトーさんも今日が最後。こんにちは。お待ちしてました。今日は京子さんの素晴らしいコレクション見せていただけることになりました。そうなんですよ。すぐ目についたんですけど、私、これ可愛いですね。私アルサスに住んでいたことがあるんですけれども、アンティーク村っていう場所があって、ストラスブールの近いところかな、でそこに行って見つけたものなんですけれども、もうすごくこの彫りが可愛くて、いいですよね。色もいいし、とっても実用的なので、鍵も本当に中たくさんかけられる。これ鍵がかかってんですか？そうなんです。中はちょっとあれですけど、こんな感じで。中と外がまるで違う色。じゃあもう隠せますね。そういう見せたくないものね。そして私、これはアンティークじゃないのかなと思うんですけど、すごい可愛いなと思ったのが、これはこれも私本当にアルザスに結局 7,8 年住んでたんですけど、2回に分けてもうアルザスが大好きで、でこの布がケルシュっていうアルザスの特産品というか麻なんですけれどもね。でこのコットンじゃないんですか？じゃないんですよ。ですごく有名で、それを使って私が手作りしたものなんです。手作りなんですかこれ？そうです。かわいい。ハートかわいい。でみんななんか布違うじゃないですか。そうですね。そして、ここにこれもね、ミモザのドライフラワー。フランスって逆さにしとくだけで勝手にドライフラワーになりますよね。ここにとても素敵なものを見つけたんですが、でこれはソーシエールといって、もともとはソースを入れる器なんですけれども、もうこれはもう私は絶対にお花を生けるのが一番いいと思って、玄関に置いてお花をよく生けてるんですけれど、でもそうじゃなければ、こう種のあるさくらんぼとか、あとヘタがあるいちごなどを入れて、でそのね種などを下に置くっていう使い方も、そうなんです。なるほどなるほど。あったりも本当にいろんな使い方ができて、ソーシエルはもう一つあるとすごく便利だと思います。じゃあ中にどうぞお入りください。行きます。素敵。まず全体像を皆さんにお見せしますね。素敵。とってもシックな広いリビングルーム。まずは、この食器棚からご紹介してもらいます。さあ何があるのかな。コーヒーやティーカップ、こちらはおままごとですよね。これディネット。そうなんです。ディネットで、
あとは、うん、柄の色別にここはブルー、ここは緑、ここはピンクみたいな感じでちょっと分けて、はい、収納しています。あれ、ヒイラギがあ、そうなんですよ。このヒイラギは、このヒイラギはバドンビレのもので、もうこの緑のグラデーションがもうとっても綺麗でしょ。本当かわいいですよ。私ヒイラギ柄ね集めてるんですよ。知ってます。やばい。私もね、ヒイラギ柄は、こちらにこちらとこれですよね。そうです。これ一つだけですけど、一枚だけ持ってます。これと可愛い。これも可愛いですね。そうなんですよ。これもすごく古いものだと思います。あとはこの宿り木。そうですね。これもそうだからこのあたりは本当にクリスマスには大活躍するお皿で。でこちらもそうですね。これはカップとこのミルクピッチャーは別々の時に出会ったので、こうそうなんですか。そうなんです。こういう楽しみありますよね。そうなんですよね。少しずつ集まっていく楽しみってありますよね。後ほど一つずつゆっくりぜひぜひ見せていただきます。であとはですね、ちょっと面白いのは、そのアンティークのお皿っていうのは大きく分けて3つありまして、で一つはこれマリールーっていうんですけれども、手書きの柄。これ手書きなんですか。はい。あと私が持っているものでは、こちらのこれも手書きですね。これはサルグミーヌの手書きなんだこれ。筆の跡がね、葉っぱでもちょっと本当だわかると思うんですけれども、2つ目はステンシルでこのような形で、ブリキの型みたいなものがあるんですけれども、そこにスプレーを吹きかけて濃淡を出したり色の違いを出して柄をつけるっていう方法があります。でその型をねコレクションしてる方もいらっしゃるんですよ。なかなか見つからないんですけど。面白い。そして3つ目は日本の皆様もよくご存知だと思うんですけど、転写といってこのモチーフをこう写し込むタイプの柄の付け方、この3種類が主にね。最初はだから転写のお皿から入られる方が多いと思うんですけれども、綺麗ですもんね。だってやっぱり美しいし、私もそうです。まずここから入りました。最初はまず花リムかな、花リムがあって、でこれがあって、それに満足すると次はステンシルがどんどん好きになっていくっていうパターンが多いと思います。ここは先ほどお話しした花リムといってサルグミーヌのお花の縁取りをしているので花リムということが多いんですけれども、でもこれ本当はアイボリーなんですよね、シリーズ名としては。そうなんです。でも皆さん花リムってお呼びになっていらっしゃいますよね。これですよね。でも本当に好きですよね。好きなのでこんなにたくさん集まってしまったっていう。たくさんあります。あれ？これそうです。オクトゴナルです。ここにたくさんオクトゴナルが。そうなんです。あとはこちらのグラス、ピンクのグラスなんですけれども、この大きさのものからもっと小さい水を飲むためのコップですとか、いろんな形があるんですけれども、全部総じてロザリーヌって呼ぶんですけれども、でピンクっていうと何かちょっと食器と合わないかなと思うんですけど、これが結構置いてみるとすごくテーブルが華やかになって、ちょっとおすすめです。ちょっと近くから皆さんにね。もちろん。すごい綺麗。ロザリーヌ。名前も素敵。そうなんです。本当可愛いじゃないですか。可愛いですね。白のグラスを置くよりも、なんか白だとちょっと高級な感じがしますけど、ピンクだとなんかこう温かみが加わって、
今度買います。そう、私もね最初は2つでいいかなと思って2つ買って家に帰ってきたんですね、でもこうやってテーブルに置くともうあんまり可愛かったからまた戻ってまた戻って残りの4脚を買いに行ったっていう思い出があります。で今日こそここに、私よくブロカントで見かけるけど、なんだろうと思ってたものがあるんですけど、これは何が入ってるんですか？そうなんです。これはもともとお裁縫道具箱なんですけれども、で中開けると本当に糸が入っていたりっていうことが多いんですが、私はこの中にカトラリーを入れています。なるほど。それでこれがこんな感じで開きます。綺麗。すごい綺麗。ね。こういう風な使い方できるんですね。なんかサイズ感も結構ぴったりで、本当だ。すごく使いやすいんですよね。ということは、こちらもそうです。こんな風に開きます。なるほど。これはすごくいいアイディア。本当ですか。ありがとうございます。なんかこういう風にいっぱい揃ってると、どなたかお客様いらっしゃった時に見せたくなるじゃないですか。そうですよね。そうそう。で足りない時ももうすぐここからお出しできるので、これはいいアイディア。これちょっと自慢箱と私は呼びたいです。これいいアイディアだと思います。ここにカゴの中に可愛いのが。そうなんです。これはね、クリスマスの時期になると私クリスマスリース教室をするんですよ、毎年。それでアルザスにいた時に教えてもらったその方法で、もう本当に簡単なんですけど、知らない方もたくさんいらっしゃるから、私も知りませんね。だからもうみんなで作ったら楽しいので、そういうのね開催し始めてもう3、4年になるかな。でその時に使う、これは拾ってきた、私が自ら拾ってきた松ぼっくりです。これはアンティークとは違うんですけれども、これ復活祭の時に食べるアニョンパスカルという羊のお菓子の型なんですね。こう一見するとも一体何に使うんだろうと思ってちょっとわからないんですけれども、そう、ここに流し込んでひっくり返すと羊の形になります。そうなんです。面白いですね。そんな今のものも交えて飾っています。なるほど。京子さん、お菓子がすごくお上手なんです。それもまた後ほどご紹介します。こちら見てください。こちら見てください。めちゃくちゃ素敵なスペースなんですけど、これってよくブロカントでこういうガラスの、そうですね、これクロッシュと呼ばれているものなんですけれど、これはもともとチーズですとか、あとバターをこう、チーズだと匂いがあまり広がらないようにとか、もちろんハエとかがよりつかないようにするためのものなんですけれども、もう一つ一つの形がとっても可愛くって、本当みんな違いますよね。そうなんですよ。この取っ手一つとってももう全然違って、それがもうあんまり可愛くて、こんなにもかさばるし収納もしづらいので本当にちょっと困った子たちなんですけれどでも光を受けてとっても綺麗です。そうですね。でお友達がこうやって飾ってたのを見て、もう私もこれと同じ風に飾りたいと思って真似っこしてますとってもいいアイデアだと思います。これ龍之介さんの時もそうだったんですけど、1個よりも数があるともっと綺麗ですね。本当そうだと思います。本当に美しいです。なんて素敵なんでしょう。このコンポティエはサルグミンヌのグロゼイユ赤すぐりという名前のついたコンポティエです。
でこのお皿はちょっと面白くってですね、はい、でこのはい2枚のお皿がすごくよくわかると思うんですが、これ2つとも同じグロゼイユという名前で、これと、はい、これそうなんです。あれでもちょっと違いますよね。そうなんです。これはねまた種類の違うグロゼイユみたいで、実際にもよくマルシェに、時々ですけれども売られていて、でそれは黄緑色のちょっとブドウみたいな形の果物なんですけれどもね。なんか見た記憶あります。それも同じグロゼイユという、名前なんですね。だからこの違う柄でも同じ名前のついているお皿っていうのがすごい面白いなと思って。こっちも。はい。本当だ。あと色が変わるとちょっと雰囲気も違ってね。違いますよね。いいですよね。ほら、違います。で、いよいよ。はい。この京子さんご自慢のディスプレイコーナーですね。はい。こちら。わ、素敵。すごいなんか。ここだけ京子ワールドになってますよ。ほら見てください、こんなに集めて、なんか羊さんがいたりとかします。復活祭なのでね、キリストの象徴と言われている羊を並べてみたり、そうですね、あと鶏ね、復活祭の。かわいい。京子さんのインスタグラムでこのコーナーが変わるのをご紹介してるんで、それをいつも私は見ていて、そういう季節なんだとそうですね、楽しみにしてます。はい、だから夏には夏っぽい涼しげな感じにしたいし、あとクリスマスにもクリスマスの飾りをつけして楽しんでいます。これジャムの瓶なんですか？そうなんです。はい。いろいろね、大きさも小さいのが今結構なかなか見つからなくって、これ昔これで売ってたんですかね？そうですね、売ってたというか多分家庭で保存していたと思うんですね。で古い証というか目印は、ここにこう切れ目が入っていて紐でくくるか、あとは蜜蝋で蓋をしていたみたいなんですね。だからネジで回す蓋はやっぱり比較的新しいもので、古いものになるとここが目印なので、そこを見て、買われるといいかと思います。これがジャム瓶っていうのも知りませんでした。本当ですか？これジャムなんですって。綺麗ですよね、光に当てるとね。本当に。あとこれは塩コショウ入れなんですけれど。そうなんですか？これって。これ私アクセサリー入れたと思ってる。でもね、いいと思います。ピアスを入れておいたり、でも元々は塩コショウで、私はジャム入れとしてこっちにマーマレード、こっちにジャムとかね、そんな感じで入れて使うこともありますし、でもおっしゃったようにアクセサリーなんてとっても素敵だと思います。意外と使い道があるんですよね、これ。そうです。これ今人気ですよね。私も欲しいなと思ってます。マラモンタギュさんが流行らせたんじゃないかっていう。そうだと思います。そうですよね。これ欲しいです。マラモンタギュさんというと、これも彼が流行らせたんじゃないかなと思うんですけども。このお人形ですか？そうです。これもお店に一時期売られていたことがあって、これは呼び鈴なんですけれども。聞こえました、皆さん。これは昔使用人の方を呼ぶ時のベルだったみたいです。欲しい。旦那を呼ぶ時に使います。私これ来なさいよ。そうなるほどね、みたいです。かわいい。でこの家具もアンティークなんですよね。そうです。これはなんか私高校生の時にパリに家族と住んでたんですけれども、その時に母がちょっと気が早いんですけどお嫁入り高校生の時にお嫁で買ってくれた家具なんですけど、これがきっかけで多分私すごく古い家具とか、古いものが好きになっていったんじゃないかなって自分では思ってる。これが京子さんの
はい、アンティークの家具が好きになったきっかけになった家具だそうです。どうぞどうぞ。こっちに行ってみます。いやー、素敵なコーナーがあります。ありがとうございます。ここは私がインスタで一番よく使っている場所なんですけれど確かに見覚えがあります。光の加減がここすごくよくって、綺麗です。そうなんです。なんかすごくよく綺麗に映るんですよね。はい、であとは週末に買ってきたものをここに並べて、すぐに片付けずに1週間めでるっていうそういう習慣になってます。なるほど。なので、はい、今ここに、はい、今週末お迎えした、はい、このアイスクリームカップとスプーン、はい、それからこのオクトゴナル、これに出会ってしまったのでちょっと欠けてるんですけどね、ここね。でもそれでももう本当美品だと思ってます。本当に珍しいですよ。これが飲みの市で出会えるっていうのは。ね、だいぶディープな場所で見つけましたけどね。なんか期待してなかった場所にあったらしいですよね。本当そんな感じです。やっぱり出会いなんですね。あ、本当に光が当たって綺麗。そしてここにも、はい、綺麗なものががあるんですけど、あります。はい。でこれはケーキ皿として使うことが多いんですが、なんて呼ばれてるのかな、ビスキチエっていう人もいるし、ビスキチエ、はい、ビスキットっていうかはい、クッキーなどを乗せるものとか、あとは、コンポチエアピエっていうのかな、その足のついた、はいはいはい、こうやって縦に積み重ねて、すごい綺麗です。このでもタワーのように。そうですよね。最初ちょっとどうなんだろうと思ったんですけど、こうするとこの足の模様も綺麗に見えるので、今この飾り方で満足してます。でこちらに、はい、ここもちょっとブルー系のラビエを重ねておいてるんです。あ、美しい。そう、これもだし。ね、やっぱり使い勝手いいですもんね。ラビエね。この間の龍之介さんの動画でも、龍之介さんがものすごい数をお持ちでしたが、欲しくなりますよね。欲しくなります。本当に。これは、ビッシーというところの飴というのかな、こう、ミント味、赤味の飴の、フランス語だとパスティーユ。そうです、パスティーユ。はい、パスティーユ・ドゥ・ビッシーって言うんですけれども、白くてこうちょっと四角い飴みたいなものがあって、それの入れ物ですね。で中に入れてるのがガラスのおままごとです。すごく可愛いのが大事に入ってます。大事に、はい。小さいと何でも可愛く見えますね。集めたくなるんですよね。あ、可愛い。さっきあった。そうです。塩と胡椒入れの、塩胡椒入れの可愛いミニチュア版です。本当だ。これがコンポティエで。いや、可愛い。小さいと本当に可愛いですね。可愛いですね。他にも実はお宝があるそうですよ。それはこのまあ全部お宝だと思うんですが、特にお宝があるんですよね。そうですね。特にお宝がこちらかな。これは、バカラのオールドバカラのシャンパングラスなんですけれど、皆さんこう縦長のね、フルートって言うんですけれど、グラスで、はい、グラスでお飲みになることが多いと思うんですけれど、私引っ越してきたばっかりの時に、下にいらしたご夫婦が引っ越しの記念に、ちょっとシャンパンでも一緒に飲みましょうということでお呼ばれして行ったら、その時こういった形のシャンパングラスで出してくださったんですね。それであれどうしてだろうと思ってたこんなの初めてだったので、こういう形のグラスもあるんですねっていうお話をしたら、こう縦長のグラスだと女性がこうシャンパンを飲む時にこう傾けすぎてしまってあまり美しくないということで、
こういうことですよね。そうですね。確かに。でもこれだとよりエレガントに見えるという。なるほど。その話を聞いてもすぐに買うならこれだと思って。そりゃそうですよね。そうですそうです。エレガントに見えた方が絶対いいですもんね。なるほど。私も買い走ります。まずシャンペン飲む機会がそうですよね。そんなにないですけどね。そう。じゃあその唯一の時にはこれですね。そうですね。皆さんもシャンペンお飲みになる時は女性の方はこれでどうぞ。この燕さんもこれがそうなんです。これは先日ね、ベルギーのジュドバルというベルギー行かれたんですよね。そうなんです。でその時に見つけたものなんですけれども、青い陶器のものが結構多いじゃないですか、燕さんっていうとね、これも見た時にこれ可愛いと思って、これよく雑貨店で新しいものはありますけど、こんなに可愛くないですよ。ですよね。違います。違いますね。なんか古いものはやっぱりちょっと違いますよね。違いますよね。で、京子さんのこの飾り方のセンスがとっても素晴らしいです。美しい。ここになんだか可愛い机。そうなんです。そうなんです。これは昔の小学校で使われていた、机なんだそうですが、実際に使われてたもの、実際に使われていたものですね。でこれは椅子と机の部分が一体化しているんですが、自分たちで持って帰ってきました。これ大変だったんじゃないですかね。本当に。これはパリじゃなくて、リヨンに住んでいた時に、有名な大きな飲みの市というかそういう場所があるんですが、そこで買ったものです。このお部屋の感じにこの色がすごく合ってますね。そうですね。ね。どうぞどうぞ。モネさん、背が高いから足があれだけど。こうやって実際に小学校で使われてたんですよね。そうです。かわいい。だから子供たちが小さい時はここに座って宿題したりお絵描きしたりしてたので、いい思い出です。私たち家族にとってもね。インク壺でこれがあるのもちょっと珍しいんですけれど、これがインク壺。ここにね先生がインクを注いで回るんですよ。ここに置いてた、ここに置いて転がらちょっと傾いてるんですよね。傾いてますね。だから転がらないようにここがくぼみになっていて、ここに万年筆を置いて、当時はね中にインクが入っている万年筆がなかったので、つけては書くっていうタイプですね。つけてインク壺のインクをつけて書いてたんですよね。ここにカフェオレボールがあります。そうですね。それですごく可愛いのがあるんですよ。ほら、燕さんです。で、この青と白の燕さんをいます。で、こっちがレギュミエと言われるもので、ポネさんがよくお持ちのねスーピエールとはまたタイプが違う、ちょっと平べったい、形なんですけど、お野菜を入れるものですね。でもお野菜だけじゃなくて、私ピラフみたいなね、ご飯を入れたりとか、あとカレーも入れますし、見ました、インスタグラムでそうです。いろいろ入れて使っています。で、これよく見てみると、この上の蓋の部分と下の部分の色がちょっと若干違うことに気づかれると思うんですけど、これはねなんか下に温かいものを入れて使われていたために、ちょっと変色していったっていうことみたいで。なるほど。そうなんですよ。なんか時代が違うものとかそういうことではなく、なるほど、熱のあるものを入れてたからみたいですね。実際に使われていたからその名残ですね。そうです。その話を聞いて、
やっぱりこういうね食器の一つ一つにもそういう、話がそうストーリーがあるんだと思って、ますます愛着が湧いた。本当ですね、なるほど。私もそういうストーリーが見える食器が大好きですね。愛らしいですよね。そうですね。1枚ずつね、全部はあれだから、でもなんか1枚ずつ並べたら私本当にいろんなことを話しそうで怖い終わるのかしら。これは本当ですか。これです。What's a Hamilton to twinkle in the long run? She says unmovable as she's continually crumbling into her もう本当に可愛らしい。はい。She's as unmovable as この音が好きなんです。わかる。これですよね。京子さんがアンティークの皿で好きなポイント、音です。はい。聞こえるかな。軽いような温かいような。なんか軽くてちょっと厚みがあるような不思議な音ですよね。すごくカラッカラっていう音ですよね。その音がすごく好きで。これはジアンだったかな。美しい、ノルマンディーの花っていうシリーズなんですけれども、よくシリーズの名前覚えてらっしゃいますよね。私覚えるの難しいですよね。それでちょっと今じゃあお話が出たので、ちょっとお見せしたいものがあるんですけど。なんだろう。こっそりと何か。私絵を描くのも好きなんですけど。あ、そうなんですか。はい。それでね、でこのステンシルタイプ、これディゴワンのものなんですけど、もう本当によく似た柄がたくさんあっても、名前が覚えられなくて、でも覚えたい、どうやって覚えようと思って、それで私絵を描いてですね、それで覚えることにしたんですよ。こんな感じでお皿の京子さんの情熱は本物です。もうなんかもう好きすぎてもうどうしたらいいんだろうっていう。やっぱり覚えるのには努力なさってますちゃんと。でもこのおかげで、お皿の名前もそうだし、あとは色が全く同じ柄だけれども、縁の色が違うだけで名前が変わったりとか、逆に色が違うけれども同じ名前だったりとか、いろいろ発見したんですね。素晴らしい。これよく描けてるからもうすぐにわかります。何か。そうですか。はい。このシリーズは、女の子の名前と、男の子も時々あるんですけど、それとあとは場所の名前が付けられていることが多くて、そういうのも発見ですよね。こうやって書いていると裏も書いてあった。まだあります。まだある。人気ですよね、これ。これも人気ですね。それが、これかな？はい、それです。っていうことをしたりしています。素晴らしい。ちょっとマニアックなあれで尊敬しました。もう皆さん情熱ですよね。情熱ですよね。情熱がもう。これは手書きのタイプですね。手書き。はい。これ手書きなんですか。これ手書きですね。これ字案。これもサルグミンヌだったと思います。手取りはそういうなんていうのかな、なんか墨でねちょっと縁取りというか枠だけはあって、あってそこに色を塗っていくっていう作業みたいです。なるほど。そう、これも珍しいかもしれないね。綺麗ですよね。ピンクってなかなかねなくて。船です。クレイモントローの探すんなら船とおっしゃってました。そうです。
これ私の大好きな、なんだと思いますかこれ。お花？何の？でもお花と実と。そうなんです。これね、コーヒーの実なんですって。ちょっとびっくり。フランスのお皿ですよね。はい。フランスの皿でコーヒー。はい。でここにね、手の跡が、手ってか指の失敗しちゃったのかな。もうそういうのも好きなポイント。完全じゃないっていう。はい。間違えた。そうです。おってそう触ってしまった。やっちゃった感が。でも売っちゃえみたいな。そうです。そうこれはね、これはスズランですね。はい、スズランですね。5月に出して飾ったりします。これはベルギーのボッシュというところの皿で、はい。これサルグミンヌ。そうです。龍之介さん。コンポチエで持ってた。はい、そうです、そうです。クローバー柄ですね。これもね、コンポチエで赤で持ってらっしゃいましたよね。さくらんぼ。そうですね。龍之介さん赤で持ってらっしゃいました。そうです、そうです。本当に色が違うとイメージ違いますね。イメージが本当に変わるのでね。で、こういうお皿だと緑同士で重ねて使ったりとか。美しい。本当に違う釜のものでも全然ね合うし。そうですね。すごいね。なんかもうテーブル一面に並びました。まだあるんですけどね。このテーブルクロスはね、すごい可愛いんですけど、実はこれアンティークじゃなくて、モノブリなんだそうです。そうなんです。モノブリ本当可愛いものね。時々ありますよね。私お洋服も大好きです。私も大好きです。こんなに私モノブリのこといっぱい宣伝してる何もないですけど、何も。この辺はそうなんです。これはソーサーですね。そうで、これは、上にカップがあれば言うことないんですけど、例えばこうアイスクリームカップを置いてみたりと、コーヒーと一緒にねお出しするチョコレートとか、ちょっとした焼き菓子を入れてもいいし、意外とねこのソーサーが使い勝手よくって。なるほど。じゃあソーサー見つけたら絶対買いですね。本当にそう。でもこの間ね、そうなんです。いいの買われてましたね。オクトゴナルのあれはすごい。最初は、あれ何色なんだろう、ピンクのこのタイプかと思ったんですよ、最初見た時に。なるほどなるほど。で最後にオクトゴナルで。あれは本当にすごかった。なるほど、こういう使い方がそうなんです。できるとね。これはすごく珍しくて、オナンっていう場所の釜。オナン？はい。オナングって書いてオナンって読むんですけど、ちょっと私もこのお皿だけです持っているのは。聞いたことがなかったです。貴重なもんですね。でも貴重ですよね、なんか。で、これもうだいぶ初期かな、買ったの。これもね、クローバー柄だと、これはシャトゥーで買ったもので、これが私が今一番気に入ってるお皿。これはマロニエの意外の子たちがパリの街角にあるマロニエの木の実ですよね。そしてここに今度はラビエ。はい、ラビエです。そんなに数はないんですけど、大好きなものを厳選して買ってきたラビエです。可愛い系のラビエと、美しい系とガラスのラビエも。そうなんです。で、この青緑系というかな、なんか美しいこの色、なんて呼ぶんでしょうね、この色。これね。さあ、思い入れを語っていただきましょう。もう全然このラビエはもう本当に思い入れとかあんまりないんですけど、あんまり意外とないんですけど。そうなんですか。でもこのガラスのこれは麦だと思うんですけれども。可愛い。あんまりなくないですか。ですよね。
から。そう本当だ。ガラスのものは刻印がないからもう時代もどこかもわからないんですけど、やっぱり綺麗だから。綺麗綺麗綺麗。なんかこれはね、なんかおじさんこれいくらって言ったらおじさんが1ユーロって。一応なんでしょってじゃあ買うって。本当ですか？本当です、本当です。だからそういう時々びっくりすることがあるんですよね、飲みのうちに行ってると。信じられ私今まで見つけた、はい、ラビエで一番安い値だったのが3ユーロです、それもね本当に安いけど1はなかなか下回れないですよ。1はさすがに本当。でこれも美しいですね、はい、これ可愛いですよね。桜柄、ね、なんでしょうね。お花で周りがこういう風になんていうんですか、縁がね、綺麗。そうで、龍之介さんによるとやっぱり形で、窯がだいたいわかるそうで。あ、そうなんですか。そんな話をされてました。なんかやっぱこの辺りは全部ディゴワンなんですけど、なるほど、やっぱり似てますよね、形がね。とこれはこれバドンビレだ。バドンビレが船型っぽい感じだと思います。これはまた違う。これは刻印はないんですが、同じ柄サランであったので、サランなのかなと思って。サランだったと思います。はい。サラン SALIN でサラン。なるほど。そう、ラビエのことはね、龍之介さんがよくご存知です。数ですもんね。数がもう本当にすごいですもんね。本当。でも、美しいです。ありがとうございます。ほら。今日はちょっとお茶の時間にお出ししたいフィナンシェを生地を作ったので、今から焼きたいと思います。焼きたてを召し上がっていただきたいので。なるほど。フィナンシェ。そうですね。マドレーヌの形なんです。すみません。でもこれがすごく生地はフィナンシェ。生地はフィナンシェです。なるほど。お菓子ね、よく作るんですけど、結構その卵黄だけ使って卵白が余ることが多いんですけど、そうすると卵白いくつかも冷凍しておいて、ある程度溜まったら、フィナンシェを私は作って。フィナンシェは卵白を多く使うんですか？卵白しか使わないお菓子なんですよ。そうなんですか。結構なんかこってりしてると思ってたけど。そうなんです。そうですか。それで多めに作っておいて、またそれを冷凍しておけば、ちょっとねコーヒーのお供にパッと出して解凍して。じゃあこれを入れて、焼き上がったらお茶にしましょう。このセットが今私の一番お気に入りの。これはどこのかな？ディゴワンサルグミンヌですね。ディゴワンサルグミンヌでノスタルジックな感じの手書きですよね。手書きです。これは手書きなんです。分かってきました。分かってきました。私も。だから本当に同じ模様でもこういうふうに濃く書かれる方によって全然違いますね。本当。上のこの4桁の番号はこのシリーズの番号なんですけれど、この下に52とか書いてあるのは職人さんの番号なんですね。そうなんですか？じゃあよく例えばこういうのの裏側に番号だけ書いてあるのあるじゃないですか。おそらく職人さんの番号だと思います。サルグミンヌの本でそう書いてあったので、他の窯がどうかはわからないけれども、そういうことみたいです。そういうふうに使われている番号。なるほど。
で私このセットをお友達のお家で見て、はい、でもうすごいもうこれが絶対私も欲しいと思って、でそれからずっとしばらくもう会わなかったんですけど、はい、ソーサー3枚だけ見つけたんですね、まずは、はい。でも3枚でもいいやと思って3枚だけ買ってしばらく置いていたら、はい、次にカップ2つとこのポットが出たんですよ。ヴィンテッドで見つけたんで、ヴィンテッドっていうね、なんていうんですか、サイトですよね、メルカリみたいな、はい、サイトで買って、はい、でその後ソーサーが5枚その同じサイトで出て、っていう感じで少しずつで揃えたんですね。で揃えてここまでたどり着いたんですが、あと2脚はねカップが欲しいなと思って、なるほどまだ探し中です。なるほど。じゃあ今日はこれでね、お茶しましょう。で、なるほど。こうやってティーポットを温めておくんですね。そうですね。こういうものはフランス語ではショフプラって言って、お皿を温めるためのものなんですけど。なるほど。この上にお皿を。はい、そうです。もともとはお皿だったと思います。こっちって大事にしますよね。温かいものを温かいお皿で食べるっていうのね。温かさにすごいこだわるんですよね。こうやってティーポットを温めるように使っていらっしゃいですね。アイディアですね。そしてこれ先ほどの見せていただいたジャムの器。そうです。ですね。このお花も綺麗なんですけど。ありがとうございます。それはこれはね、ビバーナムっていうお花。ビバーナム？はい。ね、アジサイみたいで可愛らしいですよね。わあ、綺麗に焼けましたね。よかった。いい香りですよね。焼きたてのお菓子って。冷まして少しだけね。それとじゃーん。さっきの足つきのお皿。あとチーズケーキも焼いたのでぜひ召し上がってください。チーズケーキです。京子さん素晴らしいです。もう本当にもう混ぜて焼くだけのもので、カシスとスミレのジャムなんですけど。スミレ？そうそう。クリスティーヌ・フェルベールさんっていうアルザスの、職人さんが女性の職人さん、女性のその方のジャムをちょっと緩めてソースとしてかけて召し上がっていただければと。シルバーと真鍮が合わせてある、ちょっと珍しい感じで、綺麗ですね。このピンクのお皿も、そうです。これはディゴアンのお皿なんですけど、このピンクも、ただ単に可愛いからって思うじゃないですか。じゃなくて、なんかこう戦時中に質のいいなんかちょっとごめんなさい忘れちゃった。これ。ほら、ディゴアンの本なんですよ。すごい。すごいですよね。これもなんかおじさんなんですけど、おじさんがもうこのディゴアンが大好きで、でそのお皿のカタログみたいなものがもうないからって言って自分でいろいろ調べて作られた自費出版の本なんですよね。自費出版された本。好きすぎて自分でお調べになって。そうなんですよ。でもこれをインスタのフォロワーさんたちがみんなで買ってもうすごいたくさん売れた。じゃあ本屋さんでは売ってないです。売ってない。はい。すごい貴重な本。そうなんです。すごく貴重な本で。
これ中を見ると、うん、たくさんね名前ごとに分かれていて、本当だ。調べられるんですよ。これどういうマニア潜マニア在の本じゃないです本当にそうか。なんです。で面白いお話も結構載っていて、あのピンクのお皿が誕生したきっかけは、昔原料の色や品質が不安定だった一時期の苦肉の策だったということですよ。例えばこのお皿なんかは販売促進のために作られたお皿で、昔このシボンっていう、はい、ちょっとこうスパイスとかそういうものを売ってるお店がね、はい、その会社なんですけれども、はい、その会社がこうたくさん買ってくれた人のために作った、そういうお皿。なるほど、反則用のお皿なんです。そういうお皿がたくさんあって、いろいろあるんですよ。スーパーの中身の今マーケットの G1 っていう G20 ピースがあって、そこもそういうのがしていただいてますし、歌詞もスーパーで売られてるもし、歌詞も歌詞も書いてあったりとか、そういうの見出すとねちょっと止まらなくなるんだけど、すでに京子さん語りが止まらなくなって止まらなくなっちゃうんですよ本当。日本語訳がないのがちょっと残念なんですけれども、じゃあぜひはい翻訳なさって出版してください。いただきます。これがニューヨークチーズケーキです。いただきます。おいしい。あっという間に、ごめん、あっという間に食べちゃう。全然なんかそう言うの大変ですよね。よかったです。なかなか売ってないんですよね。パリでチーズケーキってね。そうですよね。手作りじゃないとなかなか食べれません。で、とっても美味しいです。よかったです。ブラボーです。っていううちにね。でもやけども気をつけてください。はい、焼きたて。本当にオーブンから出したばっかりですね。さあ、これは難しいな。私やりますか。嬉しい。ありがとうございます。いただきます。まず、もうさっくりふわふわです。大きいかな。まあいいか。はい、いいです。なんかこう周りがねカリカリで、それがこのレシピすごく好きなところで。アーモンド入ってるんですか？入ってます。アーモンドプードルと、あとは粉砂糖と卵白とバターですね。いい香り。ライチと何かですよね。何かなんで、なんか水で濡れちゃっても中のものが分からなくなっちゃって。そしてこのカップでいただける。そうです。最高に幸せです。あ、こっち側にはガラスないです。自分だけが楽しむ。皆さんごめんなさい。あ、そうか、左で持てばいいですね。左で持てばね。ちょっと待ってくださいね。左で持つと皆さんに見ていただけます。なんだろうこの香り。記憶にあるんですけどね。なんかそうなんですよ。なんかどこか懐かしいような感じしますよね。なんだろう、思い出せない。京子さん、今日本当にありがとうございました。とんでもないです。私もたくさん話ができて楽しかったです。かなり京子さんにお話ししていただいたので、編集頑張ります。よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画も楽しみになさっててくださいね。